昨日突然、ヒンデンブルグのように崩れ落ちたんだ。皆様、ご機嫌いかがですか？シングラリです。今日は国内からの AI に関するニュースと海外からのニュース2つをお届けさせていただきます。それでは早速行きましょう。はい。まず一つ目はですね、集英社の AI アイドルさつきあい写真集販売終了のお知らせです。こちらはですね、先日私の動画でも取り上げさせていただいたんですが、5月29日に発売したばかりですね、の、さつきあいデジタル写真集生まれたて販売終了のお知らせですね。で、発売終了の理由は、発売後に数多くの意見が寄せられて、その結果、編集部は AI 生成物の商品化についてより慎重に考えるべきであった、との結論により、発売終了らしいですね。で、こちらの写真集は発売中止ではなく、発売終了とのことで、第2弾の予定などはないということですね。こちらの Twitter アカウントも削除されたそうです。はい。それで、さつきあいの販売終了の噂ですが、私が調べたところによるとですね、反 AI の方々が、突してきたという説とですね、こちらのさつきあいさんが別の実在のその集英社のアイドルをモデルに学習して、モダンで作られたんではないかという噂が、いろんな噂が、聞こえてきまして、はい。それが原因で終了したような感じですね。で、私の動画でですね、実は先日、このさつきあいを再現してみたっていう動画を作ってアップさせていただいたんですが、結果、今だから言うんですが、こちらは再現できませんでしたという、終了で終わったんですが、実はですね、再現で、やろうと思えばできたんですよね。で、ローラを使うとか、この顔でもいくらでも再現しようがあったので、あいつ愛とかですね。でも、私はこちら大手の出版物でもありますし、その再現できるぞっていうのを見せたところで、なんか、なんて言いますかね、それをまた見た方が悪用する可能性もあるので、できませんという、できません終わりにした方が平和的ではないかと思った決断でそうさせていただきました。はい。今考えた再現してた方が良かったかなと思いますね。なんか言い訳っぽいですが。はい。はい。で、次のニュースですね。次のニュースは海外の AI 関連のニュースになります。まずは、こちらの再現動画をご覧ください。俺はアメリカ・テキサスにあるバイオインフォマティクス研究所で働いている。俺の働いている研究所にハイパフォーマンスコンピューティングっていうとんでもねえコンピューターのクラスターがあるんだ。俺はそいつを使ってステーブルディフュージョンを WebUI でこっそりずっと動かしていたんだ。なんせ化け物みたいなコンピューターパワーだ。テキサス州がバイオインフォマティクスと生物学に利用する機械学習の大規模なシステムを作るために、もしも何百万ドルもの税金を使うつもりなら、俺はそれをうまく利用してやるつもりだった。個々に専用ノードで 320GB も割り上がる GPU に誘惑され、すぐにそれを使って、フェチな野郎向けの高品質でとびっきりのオナネタをこれでもかというくらい大量に作っていたんだ。でもその全てが昨日突然ヒンデンブルグのように崩れ落ちたんだ。俺は自分のことを賢いと思い込んでいた。そう、完成度が高い出力ファイルだけを選んで俺個人のデバイスに保存していた。だがその俺が気づかなかったのは、このステーブルディフュージョンが自動的に全ての出力を俺の名前のついた別のフォルダに保存することだった。そのフォルダは俺の研究室の共有ディレクトリに置かれている。ある暇人のクソったれが、それが研究室の割り当てられたクラウドストレージの中で、不釣り合いなデータ量を占有していることに気づきやがった。そして、やめとけばいいのに、研究所の奴らはそのフォルダを開いたんだ。そこには、見守うばかりの、高品質でバカバカしいほど不健全などエロいデータが、8テラバイト。そう、8ギガバイトじゃねえ、8テラバイトだ。それがまるで大雨の濁流のように保存してあるのが発見された。さらに、そこにはドリームクラウドで作った大量のエロ学習モデルと、さらにクソみてえに大量のローラ学習ファイルがあって、それぞれのファイルには、学習内容のメモのために書いておいた、大量の AV 女優の名前が付けられていた。中にはマニアックなフェチ向け用に、特別に強化学習された、やべえモデルもあった。終わった。俺の研究所勤務のすべてが終わった瞬間だ。
今日の午後の時点で、すべてのクラウドとハイパフォーマンスコンピューティングサービスへの、俺のアクセス権が停止された。そして、数日後予定されている調査員、学科長、IT 部長、及び人事との直接の会議のために、俺は今ずっとアウトルックの予定表を見ている。信じてほしいんだが、俺は、やらかした件以外は素晴らしい社員で、この1年でトップクラスのジャーナルに掲載された複数の論文に貢献した。俺は完璧な研究結果の記録を持っているんだ。何より、俺は仕事中にステーブルディフュージョンをいじったことはないから、給料泥棒はしていない。とにかく、この後俺はどうなるんだ。追伸、ほとんどのファイルは 2K から 4K にアップスケールされていた。なぜなら、研究所にはいくらでもコンピューターパワーがあるからだ。入れていたファイルは大量の AV 女優、アメリカの往年の女優、メグ・ライアン、あと今かの友とかの、研究所の女の同僚たちだ。いかがでしたでしょうか？でですね、こちらの動画っていうか事件がですね、4日前ぐらいに、こちらの海外の4ちゃんという掲示板に投稿されたものなんですが、こちら、かなりアングラな、見てわかると思うんですが、すごいカオスなアングラサイトというか、アノニマスと言われる集団が、掲示板にその投稿したりするところですね。日本でいう今の5ちゃんですね。で、こちらの4ちゃんは2チャンネルの開発者であるひろゆきさんが、こちら今4ちゃんを持ってるという話を聞いたんですが、ちょっと私の情報が正しいかどうかわかんないんですが。でですね、こちらに投稿された内容は4日前で、ここがかなり祭り状態になりまして、で、いろいろみんな笑ったりしてたんですが、この方がこの話が本当なのかどうなのかっていうのは、今後ニュースなどで分かってくるだろうという感じですね。もうとんでもないですね。この方、この掲示板によると、この研究所で博士号持ってるらしいんですよ。PhD 持ってて。で、なんて言うんですかね。天才とバカは紙一重というか、それを実話にしてるような感じだなと思いましたね。でですね、この方も言ってたんですが、皆さんステーブルディフュージョン使いますよね。で、この人も、このセーブボタン、ここの下にあるセーブボタンでできた画像を都度保存してたらしいんですよ。良かったやつを。でですね、これ実は、もう一個保存してあるフォルダがあるんですよね。で、この左下のフォルダボタンを押すと、こういう風に別のフォルダが、Windows ですと左下に点滅しますんで、で、この中に色々と、履歴というか、本来のアウトプットが入ってますんで、いないと思いますが、もし会社とか研究所とか学校で使われてる方は、絶対消してくださいね、この、フォルダアイコンを押して、履歴消しておいてください。はい。はい。それでは本日の動画はこれで終わりとさせていただきます。いかがだったでしょうか？皆さんもステーブルディフュージョン使う際にはセキュリティに入念にチェックしてくださいね。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。